こんにちは。TTS の川本と申します。この動画ではメタバースの基礎第1弾として VR 動画の特徴と原理を紹介します。一般論に加え応用編として私なりの解釈や考察についてもお話しさせていただきます。動画をご覧くださった方がメタバースについて考えたり、アイデアを着想するきっかけになれば嬉しいです。よろしくお願いいたします。昨今何かと話題のメタバースですが、その実態をつかめなかったり、何から取り組めばよいかわからないという方も多いかと思います。そこでまずは身近な素材から見ていこうと思います。メタバースを一番簡単に体験できる素材が VR 動画だと思います。こちらの VR ゴーグルメタクエスト2を使って実際に見ていきます。今メタクエスト2を着用しています。YouTube VR を起動しました。ここから動画を選びます。今回はスカイダイビングの動画です。タイトルにはベースジャンプと書かれていて、ウィンスートさんという方の動画になります。動画が始まりました。すぐにわかるんですが、この人たちすごい崖の上に立っていまして、ここから飛び降ります。キャプチャーした動画ですと少し遠近感が殺されてしまうのですが、VR ゴーグルで見るとかなり怖いです。私高いところ少し苦手なんですが、今本当に地面に向かって落ちているような感じがしてゾクゾクしています。さらに山と山の間の谷に向かって飛んでいます。今頭を動かして空を見ています。このように視線は、自分の頭の動きに応じて変わります。自由に視線を変えて、遠くを見たり、横を向いたりということができます。はい。実際にスカイダイビングしたことはなかったので、まさに疑似体験という感じでした。今ご覧いただいたように VR 動画には大きく2つの特徴があります。一つは360度全方位の動画であること、そしてもう一つは立体的に見えることです。これらの仕組みを紐解いてみようと思います。まず、なぜ360度の動画を撮れるか考えてみます。例えばスマホなどを使って写真や動画を撮るとき、通常であればカメラの前面にある物体や景色しか映らないので、とても不思議です。答えは超広角のレンズを使っているということです。今ご覧いただいているこれ、インスタ 360-1RS というアクションカメラのレンズ部分になります。球状のガラス、レンズになりますね。2つついているのがお分かりになると思います。これらがカメラの前後に配置されます。こうした球状のレンズを通すことで、カメラの周囲全体の動画を撮影することができます。今カメラレンズ部分だけをご覧いただいていて、カメラの全体を、お見せできないんですが、その理由はこの動画自体、インスタ360で撮っているということです。今ちょっと赤く見えている部分になるんですけれども、今は、平たい通常のレンズをつけて撮影をしています。この部分を、こちらの球状のものに変えることで360度動画を撮れるようになります。先ほどスカイダイビングをしていた方も同様の球体レンズを搭載したアクションカメラをヘルメットの部分につけて飛ぶということをしています。VR 動画の画像処理についても簡単に触れておきます。インスタ 360-1RS で取得した生画像はこのようになっています。円のように見える2つの像は前後のカメラそれぞれから得られた絵です。
黒く見えているのはレンズの外側で死角になってしまう領域です。このままでは全方位を滑らかに表示することができません。このため、黒い部分の境界同士を縫い合わせるように画像を変形させます。この処理をスティッチングと呼びます。スティッチングはカメラに所属する専用ソフトを使って簡単に行うことができました。黒い部分はなくなりましたが、このままでは魚眼レンズを除いたような歪んだ絵のままです。この状態の動画をVR ゴーグルを使って閲覧していただくことで360度動画になるわけですが、通常のパソコンを使ってご覧いただくこともできます。例えば Windows に標準の映画&テレビは360度動画に対応しています。このようにマウスで視点を操作することで、通常のパソコンでも360度動画を楽しむことができます。次に立体的に見える理由を考察していきます。これは昔駄菓子屋さんとかで売っていた立体メガネや、残念ながら一過性に終わってしまった 3D テレビとよく似た原理になります。片側が青とか緑、でもう片側が赤になっている、いわゆる 3D メガネを使うものです。実際に体験した方も多いかと思います。3D メガネの場合には左右の目で同じというか画面を見ることになります。画面上には青いガラスによく反応する絵と赤いガラスによく反応する絵が少しずれた状態で表示されています。左右の目に左右の視差に対応した異なる絵を見せることで立体視を作っています。VR ゴーグルについても左右の目に違う絵を見せるという点は一緒です。違うのは、3D メガネでは左右の目で同じ画面を見ているのに対して VR ゴーグルでは左右の目で全く異なる絵を見ることになります。VR ゴーグルをかけますと、液晶ディスプレイが顔の目の前に来る状態になります。ですので、右目の前に来る部分には右目に見せる絵。左目の前に来る部分には左目に見せる絵を表示することで、左右の目に全く異なる絵を見せることができます。メタクエスト2等になりますと、中に入っている液晶ディスプレイにどのような絵が表示されているか少しわかりにくくなってしまいますが、スマートフォンを取り付けるタイプのヘッドマウントディスプレイをお使いいただきますと、まさに液晶ディスプレイが左右に分かれていて、ずれた絵が表示されている様子というものをご覧いただくことができるかと思います。ここからは少し応用です。カメラが一つしかないのに、左右の目それぞれからの視界を得られるのかという考察になります。まず事実として、立体視の精度を高めるのであれば、左右の目に対応した2つのカメラで撮影を行うべきです。実際にそうした製品もあります。しかし YouTube VR 等に公開されている VR 動画の多くは、インスタ 360-1RS のような比較的お手頃でカメラが一つしかないデバイスで撮影されています。この場合、一つのカメラで得られた絵を画像処理でずらす。右目用と左目用で異なる方向にずらすということをしています。いわば左右視を模しているという状態ですので、原理的には完璧な左右視にはならないということができます。また動画を見る側の立場に立つと、VR ゴーグルをかけると、左右の目の前に固定された絵をいわば見せつけられてしまいます。しかし左右の目の幅、同交換距離というものには個体差があります。
動画を見る人の動向間距離に応じて撮動を行ったり、画像処理を行うことで、その人にとってより綺麗な VR 動画を作ることができるはずです。実際メタクエスト2には、このレンズの幅を調整する機能というものがあります。しかしこれ、私が勉強不足なんですが、このレンズの調整と、一緒に中にある液晶ディスプレイまでが動いているかどうかとか、このレンズの調整幅が画像の作り方に、どこまで反映されているのかというところまではわかりません。さらに私もそうですが、普段からメガネやコンタクトレンズをかけている方は、その矯正下でレンズの曲面で歪められた状態で世界を見ることに慣れてしまっています。カルテジアン座標系を想定した立体映像を見たときに、視力矯正をしていない方よりも、リラーサーを感じにくかったり、少し違和感を感じやすいといったことがあると思います。普段からメガネを使っているかどうかにかかわらず、VR 動画を見てもいまいち迫力を感じないという方も多いと思います。それはとても自然なことです。なぜなら、実体としての世界は一つかもしれませんが、人が脳で知覚する像としての世界は本当に人それぞれだからです。リアルな VR 動画とは、その人が普段から見ている世界により近い VR 動画だということが言えないでしょうか。例えば、顔とメガネの 3D 情報からその人に合った VR 動画を作ってくれるという、サービスやソフトウェアがあるととても面白いというふうに思います。この動画では VR 動画の特徴と原理を紹介させていただきました。VR 動画は Insta360 のような専用のカメラをご購入いただけば誰でも簡単に作ることができます。一方 VR 動画には立体視がそこまで完璧ではなかったり、バーチャル空間内での自由度が 3D ゲームほどには高くないといった欠点もあります。次回の動画ではその辺に焦点を当ててみようと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。